こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、ネジ改良が施されたカローラシリーズの中のカローラスポーツのネジ改良内容と、それに伴うグレード選択の注意点を中心に紹介していきます。その他カローラシリーズとして、カローラツーリングのネジ改良内容と、グレードレベルの注意点については、すでに動画をアップしておりますので、そちらも参照いただけるとありがたいです。それではご覧ください。まずはグレード構成についてです。カローラスポーツには大きく分けて3つのグレードが設定されており、エントリーグレードの GX、ベースグレードの G、上級グレードの GZ が設定されており、パワートレーンとしてはガソリンの全リンク度の使用と、ハイブリッドには全リンク度の使用が設定されているため、全部で6バリエーションとなっており、比較的シンプルな構成となっています。車両本体価格は220万円から289万円となっており、最廉価グレードと最上級グレードの差額がそこまで大きくないことが特徴であり、昨今の車両本体価格の高騰具合や、後ほど紹介する装備の内容を鑑みると、良心的な価格設定となっているかと思います。続いて、パワートレーン仕様についてであり、今回のネジ改良のポイントとなっています。カローラスポーツには2種類のパワートレーンが設定されており、一つは今回の改良から設定された2リッター4気筒エンジンの使用と 1.8 リッター4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの使用となっています。まずはガソリンエンジン仕様についてです。今回の改良によってこれまで搭載されていた 1.2 リッターターボエンジンに代わり、ラフォーやハリアーなどに搭載されている2リッターエンジンが搭載されていることがポイントです。排気量の増加に伴い馬力が一気に54馬力アップし、その上で 0.8kg 燃費もアップと、より優れた動力性能のエンジンへと置き換わっています。その理由として、エンジンの排気量アップと、従来の CVT から発進ギア付きのダイレクトシフト CVT の採用による影響も大きいと考えられ、走り出しの軽快感もアップしているものと思われます。ただし、注意点が2つあり、ガソリンエンジン仕様には、これまで4クロ仕様がありましたが、今回の改良に伴い FF 仕様しか設定されていないことと、また MT の仕様も設定されていましたが、そちらも今回の改良によって廃止されています。ユーリでの使用を想定されている方にとって4駆仕様の廃止は痛手であり、またカローラスポーツに求められるキャラクター性には MT の仕様の存在が不可欠だったと思いますので、少し残念です。このあたりのコンセプトは GR カローラに引き継ぐということかもしれませんね。続いて、ハイブリッド仕様についてです。こちらに関しては、1.8 リッターエンジンとモーターの組み合わせという構成に変更はありませんが、特にハイブリッドシステム内のモーターが、フォクシーやノアリで実装されている新セレのものに置き換わっています。具体的には、出力が大幅に向上しており、フロントのモーターの馬力が72馬力から95馬力へと23馬力向上しており、また、燃費に関しても GX グレードの全リンク動仕様で30キロとクラストップレベルの燃費性能を持っていることもこのハイブリッドの特徴と言えます。また、両パワートレーン共通の注意点としてドライモードセレクトに関する装備があります。オプション選択しなければドライモードとしてはご覧の3パターンのみとなりますが、ガソリン、ハイブリッドの GZ グレードのみオプション選択することでサスペンションを電子制御のものへと変更可能であり、それに伴いサスペンションの数が可変となり、結果的にドライブモードを5つから選択することになります。より走りを楽しめる仕様でと変更可能となりますが、GZ グレードしか選択不可のため注意が必要です。続いて内外装飾についてです。まずは外反色についてです。カローラスポーツにはご覧の通りツートンを含む全9色のカラーバリエーションが設定されていますが、グレードにより選択できるカラーが異なるため注意です。具体的には GZ グレードと G グレードでは全9色の選択ができ、GX グレードでは全4色から選択することができます。続いて内装飾についてです。内装飾のカラーバリエーションとしては、基本的にブラック一択となり、シートカラーを GZ グレードのみ、オプションにてレッドもしくは本革のブラックに変更可能となっています。
シーツ素材についても全グレードをオプション選択しなければパブリックとなっており、GZ グレードのみオプションで本側へと変更できるため注意です。次に外観紹介になります。フロントフェース周りについてですが、左がネジ改良前、右がネジ改良後のものとなっていますが、フロントフェース周りに関しては、ライトユニット周り及びフォグランプ周辺処理に変更が加えられています。ライトユニットとしては、GZ グレードのみ、自動でロービームとハイビームを切り替える機能を持った単眼のバイビームヘッドライトが装備されており、改良前よりもデイライト部分が切れ長となっており、よりシャープな印象となっています。それ以外のグレードでは、こちらのライトユニットとなっており、機能としては同等のオートハイビーム機能が搭載されていますが、注意が必要です。その他のグレードごとの外観上の違いとしては、ご覧の通り、グリーン周りのシルバー化色の有無が挙げられ、GZ グレードのみシルバー化色があり、高級感が高められています。また、フォグランプに関しては、GZ では標準装備、それ以外のグレードではオプションとなっているため注意です。サイドのデザインはご覧の通りとなっており、こちらに関しては今回のネジ回路において大きな変更点はありません。ボディサイズは全長 4375mm、全高 1460mm、全幅 1790mm、ホイールベースが 2640mm となっています。サイドのデザインとしては、ハッチバックらしく塊感のあるフォルムとなっており、全長がカローラシリーズで最も短く、その上で全幅が最も幅広な点がどっしり感をより強調しているものと思われ、斜め後ろから見た際の抑揚のあるフォルムがその印象をより強めています。結果として軽快そうな印象を与えていると同時に、全長が短くなっていることによる取り回しの良さもこのクラの魅力であると言えます。デザインの細かなグレードごとの差分としては、ウィンドウモーレーのシルバーメッキの有無や B ピラーがピアノブラックに塗装されているかなどが挙げられます。こちらもフロントデザイン同様 GZ グレードのみの装備となっており、高級感が高められています。ホイールデザインとしてはこちらの3種類が用意されており、 GZ グレードにはこちらの 225-45R 18インチのホイールが標準装備されており、 G グレードでは 205-55R 16インチ、 GX グレードでは 195-65R 15インチとなっており、 GX グレードは鉄チンホイールであることと、ホイールサイズに関してはオプション選択でも変更できず、見た目の仕上がりに大きく影響するところかと思いますので注意です。こちらがリアデザインとなっており、こちらのデザインもネジ回路において大きな変更はありません。グレードごとの違いとしては、 GZ グレードにはこちらのバンパーラーのシルバー塗装がありますが、それ以外のグレードにはこの部品は取り付けられていません。また、テールランプに関してもグレードごとの差分はありません。そのため、外観上のグレードごとの差分としては、ホイールデザイン、ライトユニットの違いとメッキ化色の有無などでとどまるため、グレードごとの質感の違いにそこまで大きな差分がないのは良いことだと思います。続いて内装紹介になります。まずはトランク容量です。トランク容量としてはハッチバックタイプであるため、広大と呼べるほどではないかと思いますが、カタログによると 9.5 インチのゴルフバッグが2個詰める容量だそうなので、必要十分な容量は担保されていることと思います。また、ご覧の通り、鉱石を倒すことでフラットな日数空間を得ることもできるため、緊急時含め日常使いで不便に感じることはないかと思います。また、ハイブリッド仕様に関しては、アクセサリーコンセントをトランクおよび先端コンソールボックスに装備可能であり、1500W まで給電することが可能であるため、非常時やキャンプなどのためにもぜひとも装備したいところです。ガソリン仕様には装備ができないため注意です。続いて運転席周りについてです。ステアリング周りについてですが、 GZ、G グレードそれぞれが本革ステアリングとなっており、 X グレードがブリターンステアリングとなっています。オプションで GX グレードも本革ステアリングに変更可能となっています。また、ステアリングヒーターに関しては本革ステアリングのみの装備可能であり、全グレードオプションとなっています。メーター周りが今回の年次回路での内装関連の最も大きな進化ポイントであり、最新の 12.3 インチのフル液晶メーターが
カロラスポーツにも採用されました。ただし、装備可能となっているのは GZ グレードのみであり、それ以外のグレードでは、G グレードではこちらの7インチのメーターが標準装備、GX グレードでは4インチの TFT 液晶メーターが標準装備となっており、変更不可となっています。7インチのメーターでも情報表示量としては必要十分かと思いますが、やはり 12.3 インチのメーターが装備したくなった場合、グレードが GZ 一択となるため要注意です。また、より情報表示量を拡張するヘッドアップディスプレイに関しても GZ グレードのみオプション装着可能となっていますので、こちらも注意です。安全装備に関しては、前走者と車間距離を維持しつつ、白線中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストや、右左折指示にも作動するプリクラスセーフティなどが全グレード標準装備となっており、この辺りの装備が充実しているのはありがたいところです。より安全を求める場合のブラインドスポットモニターなどは全グレードオプション装着可能となっているため、必要に応じて選択いただければと思います。また、この装備を装着すると、降車時に自転車などの接近があれば警告を発する安心降車アシストもセットとなっているためおすすめです。ナビに関しては 10.5 インチのナビと8インチナビが用意されており、GZ、G グレードに関しては8インチナビが標準装備となっており、オプションで 10.5 インチへと拡大可能となっています。GX グレードに関しては標準ではナビレスとなっており、オプションで8インチナビのみ装備可能となっているため注意が必要です。エアコン周りにも快適装備がオプションで用意されており、オートエアコン機能に加え空気清浄機能を追加したナノイ機能を全グレードでオプション装着可能となっています。また、エアコンユニット下には GZ グレードのみ置くだけ充電機能をオプション装着可能となっていることがポイントです。シート形状としてはご覧の通りとなっており、こちらは GZ グレードのオプションの本側のスポーツシートとなっており、サイドの張り出し量を調整できる電動のランパーサポートが装備されているなど、乗員をしっかり支えてくれるホールド性の高いシートとなっています。それ以外のシート形状としては、GZ グレードには標準装備のスポーツシートと、それ以外のグレードのスポーティーシートになります。違いとしては、ヘッドレストがシートと一体になっているかどうかなどが挙げられますが、スポーティーシートでも十分ホールド性の高いカロラスポーツのチャンネルのコンセプトに合ったシート形状と言えます。標準装備のシート装備は全てファブリック素材ですが、GZ グレードではシートヒーターが標準装備、G グレードではオプション選択でき、GX グレードでは装備不可であるため注意が必要です。後席装備としては、グレードごとに大きな差分はありませんが、ハッチバック形状となっているため、ドライバーズカーの側面が強いと考えられるため、後席の快適性としては、他のカロラドシリーズ並みとはいかないかと思います。まとめです。今回の年次改良において、外観、内装ともに大きな変更点はありませんでしたが、外観に関しては、グレーごとの差分があまり大きくないところがありがたい点かと思います。改良点として、中身の進化に重きが置かれており、特に動力性能の進化に関しては、エンジン仕様、ハイブリッド仕様双方において目覚ましく、どのグレードにおいても恩恵を得られるので、非常にありがたい進化であると言えます。ただ、4WD や MT 仕様の配置など、カロラスポーツのキャラクター性にマッチしていた仕様がなくなってしまうのは少し残念でした。このあたりは GL カロラの存在が大きいかと思いますが、あちらはピュアスポーツカーといって差し支えないかと考えられるので、スポーティーカーとしてのカロラスポーツの立ち位置を堅持してほしかったところですね。装備内容としては、最新の液晶メーターや安全装備の充実など、機動性においても充実しており、価格面を考慮しても非常にコスパに優れ、カローラという車両のコンセプトに沿った正常進化であると言えます。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。